レーザーもいい感じに出ています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はホバーバイクを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな素材を使っていい感じに浮かんでみたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは古代のコアを召喚して動力に使えるか調べておきます。第一形態はこうやって物をくっつけてもすぐに外れてしまいますが、ビーム砲台だけは外れずにくっついたままになります。ただし、ビーム砲台をつなげたものをくっつけても古代のコアに直接つながっているもの以外外されてしまいました。そしてドローンと違って水中でも平気です。ここからダメージを与えて第2形態にするとビーム砲台もくっつけられなくなりますし、被爆ドローンを撒き散らすので扱うのが難しいです。さらにダメージを与えて第3形態にすると高く飛び上がりますし、なんとか捕まえてもやはり物体をくっつけることはできません。強力なレーザーも発射しますし、これも使えませんね。そこで第一形態のビーム砲を取り外したものを木に追い詰めて横倒しにすることで完全に動きを止めたら、厚さ3センチの60センチ四方のゴムの板で閉じ込めていきます。ベアリングを使いながらいい感じに転がすことでなんとかしまうことができました。これで物をくっつけられます。設計図機能で複製してさらにバイクっぽくしましょう。しかし当然ですが接着されていないので古代のコアは出てきません。そこでなるだけ押し込みやすいところに召喚してゴムで叩きながら押し込んでいきましょう。ちなみにこんなことをしなくても接着して外れる前の一瞬の間に設計図に登録すればちゃんと中に古代のコアが入った状態になります。この2つの締まった古代のコアをまっすぐゴムの棒でつなげたら、私が乗るための操縦席とコントロールするためのハンドルをつけましょう。推進力は古代のコアから無限に発生するので、電源や他の動力は必要ないはずです。よし、とりあえずできたので、操縦席に乗って地面との固定を解除すると、ふわっと浮き上がって、ゆっくり地面に向かっていきます。それから一度バウンドした後、少し前に傾けることで、ちゃんと進んでくれました。なぜか私の足がはみ出して、微妙に動いているのが気になりますが、たくさんのドローンを組み合わせて作るものより、部品点数も少なくて済みますし、バッテリーも消耗せず、無限に進み続けられるのがいいところです。そしてそのまま海に向かっても、ドローンのように壊れることなく、海の上をスイスイ進んでくれました。しかし、水深の深いところまで行くと、水面に着水して、いきなり速度が落ちました。そのまま止まってしまいます。こういうところは苦手なんですね。せっかくなので、タングステンの後レーザー銃を搭載して、攻撃できるように改造しましょう。ついでにドローンを後ろに一つつけることで推進力を稼いでみます。この状態で乗ってみると、レーザーを搭載して重くなった分、若干高度が下がっていますが、それでも問題なく進んでくれました。そのまま動きを確認したら、右側のトリガーを引くと、レーザーもいい感じに出ています。スピードも速くないですし、ハンドルを動かせば向きも簡単に変えられるので、ちゃんと当てられそうです。でも、後ろのドローンの効果は感じられませんし、結構横滑りするので、操作を間違うと、おっと、木にぶつかって壊れてしまいました。もう少し改良しましょう。
ドローンを取り外して、若干傾ける操作もしづらかったので、ハンドル位置も変更しました。よし、さっきより操作しやすくなっています。先ほどはタングステンの刃で攻撃するのを忘れていたので、まっすぐ体当たりして木を破壊してみましょう。レーザーサイトのおかげで突進攻撃も狙いやすいです。よし、そこまでの速度は出ていなくても船体の重量がそれなりにあるので61,164ダメージとなかなかの威力が出てくれました。今度はカメラの位置を固定して旋回性能を見てみましょう。船体が小さいですし浮かんでいる間は摩擦もないので簡単に向きを変えられますが、古代のコアの推進力はそこまで強くなく、横滑りしてしまいます。なので、そこまで旋回性能は高くないんですが、木を避けることくらいはできるので、普通に乗るには問題ありません。レーザー攻撃も上下左右に微調整しやすいので、簡単に木を狙って破壊することができました。威力は高くないですが、十分使える性能です。もしレーザーが通用しない硬い相手でもしっかり狙って突進すれば前方のタングステンブレードで串刺しにできるのでなかなか強い乗り物になったんじゃないでしょうか。ちなみに私の視点だとこんな感じです。固定を解除して車体を前に少し傾けることで浮かんだまま進んでくれます。加速はゆっくりですが、徐々に速度が増していき、秒速 8.3 メートルまで出すことができました。地面に少し接触すると、ゴムの摩擦力ですぐに速度が落ちるので、落ち着いてレーザーで撃つことができます。レーザーサイトでの狙いがわかりやすいですし、操作もしやすいので、かなり当てやすいです。具体的には、しっかりセンターにあるタングステンの刃を当てて破壊していきましょう。海に落ちても浅瀬なら普通に進めるので、ドローンを使ったホバーバイクより安全ですが、深いところに行くと止まってしまうので、無理は禁物ですね。それでは最後は、ホバーバイクに乗って行けるところまで行ってみましょう。エネルギーが切れることはないので、どこまでも進めるかと思いましたが、上り坂は苦手ですし、ある程度スピードが出ると小回りも効かないので、遠くに行くにはあまり向いていない乗り物かもしれません。そのまま進んでいると、木にぶつかって真っ二つになってしまいました。ここでツーリングは終了ですね。それでは、古代のコアの力を十分堪能したので、スライムを召喚して燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたホバーバイクさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちして